突然ですが、皆さんはモニターアームというアイテムを使用していますでしょうか？モニターアームとはその名の通り、PC のディスプレイをデスクに設置するために使用するアイテムであり、モニターに付属してくるスタンドと取り替えることによって非常に多くのメリットを得ることができます。今、この動画を見ているあなたも何かしらのモニターアームというものを使用していたり、あるいはこれから新しく導入しようか迷っていたりするのではないでしょうか。ただ、私は声を大にして言いたい。モニターアームが多すぎる。モニターアーム買ってみよっかなと思って、とりあえず Google 検索をしてみただけで目に飛び込んでくる異常な種類のモニターアームたち。しかも、パッと見ただけではぶっちゃけどれも同じに見えます。しかし、もう探すのめんどくさいし、何でもいいから適当に買っちゃおうと、特に吟味せずに購入してしまうと、後々になって設置が大変だったり、思っていたような配置をすることができず、最終的に市町村の窓口に電話をかけて回収してもらう、なんてことになりかねません。じゃあどうしろって言うんだよと、ブチ切れてしまった。そんなあなたに朗報です。この動画では、そんなどれも同じに見えてしまうモニターアームたちを3つのタイプに分類した上で、それぞれのタイプがどんな使い方におすすめなのかということを事細かに伝授していきます。そしてさらに、自分で選ぶのめんどくさいから代わりに選んでよというちょっとわがままなあなたのために、僕がこれまで使用してきたモニターアームからこれを買っておけば大丈夫というおすすめのモニターアームたちも4つご紹介していきます。ぜひ皆さんがモニターアームを導入したらどんなことをしたいのかということを頭の中に思い浮かべながらご覧ください。モニターアームの選び方をご紹介する前に、まずはなぜモニターアームを使うのかという理由をはっきりとさせておきましょう。というのも、使いたい目的によってはそれぞれおすすめのモニターアームというものも変わってくるからです。モニターアームを導入したいという思いの背景はおおよそ3つの理由に分かれるのではないでしょうか。まず1つがデスクをスッキリさせたい。 PC モニターというものには基本的に付属のスタンドというものがあります。これを使用することでモニターをデスクの上に置くことができるわけなんですが、基本的に付属のスタンドというものはものすごく邪魔なので、デスクをもっとスッキリとさせるべくモニターアームなるものを導入するわけです。実際モニターアームというものは多くの場合デスクの縁にクランプで固定をすることになるため、単純にモニターを設置するために必要なデスクのスペースというものが大きく減り、さらにはモニター下に空間ができることでキーボードなんかを収納することもできるようになります。また特にスペースに困っているわけではなくとも、モニターアームというものを使用するだけでまるでモニターが宙に浮いているかのようなビジュアルになるため、大変スッキリとした雰囲気にもしてくれるのです。次にモニターアームを導入する理由として挙げられるのが、モニターの位置を自由に動かしたい。モニターアームというものを使用することで、付属のスタンドでは行えなかった前後左右への移動やディスプレイの角度調整、さらにはモニターの高さまで自由自在に動かすことができるようになります。個人的にはこの理由が一番大きかったりします。僕の場合、デスクのモニターとして1台液タブと呼ばれる専用のペンでディスプレイに書き込むようにして使用するアイテムを設置しています。なので通常のディスプレイとして使用したい時には正面のモニターに被らないように角度をつけて奥の方に置いておきつつも、絵を描くぞという時にはまず液タブを手前までぐーっと引っ張ってきて、高さを少しだけ上げて角度をやや立てるというように、かなり頻繁に位置や角度あるいは高さを調整することになるので、モニターアームというアイテムがあるだけでモニターの移動にかかる面倒くささが一瞬にして消滅してしまうのです。もちろん液タブに限らずゲーミングモニターなどでもディスプレイの位置や角度を簡単に調整できると、いつでも快適な姿勢で PC を触ることができるようになるので、とても快適です。そして理由としては、先に紹介した2つよりもニッチなものになるかもしれませんが、モニターを高い位置に設置したい。僕のデスクでは基本的にディスプレイの枚数は 2,3 枚のマルチディスプレイ構成を採用しているのですが、特にその中でも上下にモニターを2枚重ねるようにして配置する2段重ね構成というのがお気に入りです。2段重ね構成のメリットについては以前の動画で熱く語っているので、ここではお話ししないのですが、このようにモニターを縦に2枚重ねるようにして設置をするためには、上側のモニターというのを多少高い位置に設置をする必要があります。しかしながら、このような高い位置にモニターを設
設置するためには付属のスタンドでは高さが足りません。そのためモニターアームを、特に高さを出せるようなタイプのものを導入する必要性があるのです。さて、以上3つの理由をご紹介してきましたが、皆さんもこのうちのどれかには当てはまったのではないでしょうか。それでは、ここからはようやくモニターアーム本体のお話、モニターアームの3タイプについてお話ししていきます。まずその3タイプというものが何なのかご紹介します。それが、ポール型、スプリング型、そしてポールプラススプリング型。まずはポール型。支柱が1本立っていて、その支柱から真横に1本棒が伸びているような形状をしているやつです。水平可動式なんて呼ぶこともあります。ポール型のメリットは、モニター位置の自由度が高い。ポール型のモニターアームの場合、例えば支柱から伸びている棒は360度ぐるぐると回すことができますし、この支柱から伸びている棒に関節がいくつかついている場合には、そこもぐるぐると回すことができます。さらには、この支柱から伸びている棒の高さについても、支柱がある場所でさえあれば、どこにでも固定をすることができるので、非常に可動域が広いです。よって、ポール型のモニターアームであれば、大抵は自分が思い描いた通りの位置にモニターを設置することが可能なのです。さらに言えば、ポール型のモニターアームというのはかなり安い。構造を見ても想像がつくかもしれませんが、支柱を用意してそこから棒を1本生やすだけというシンプルな作りなので、かなりお買い得だったりもします。ただし、もちろんポール型にも欠点があります。それは位置調整がめんどくさい。モニターの向きや角度を調整する分にはさほど問題はないのですが、高さ調整をするという場合には結構な手間が発生します。というのも、この支柱から伸びている棒については、ネジを締めることによって支柱に固定されているような状態なので、モニターの高さをちょっと下げたいなと思った際には、一旦ネジを緩めて棒の高さを下げて、そしてネジを締めてモニターの高さを確認という手順を踏む必要があるので、頻繁にモニター位置を動かしながら使うという用途には向いていません。続いて、スプリング型。モニターアームと言われたら、このスプリング型を思い浮かべる方がほとんどなのではないでしょうか。このスプリング型の大きなメリットは、高さ、位置、角度の調整がスムーズに行える。特に大きいのが高さの調整です。先ほどのポール型のアームでは、支柱から伸びているアームのネジを一度緩めて高さを調整して、再度ネジを締めるというような手順を踏む必要がありましたが、スプリング型のモニターアームの場合は、ガス圧などによって、こんな感じでちょっと片手を添えてあげるだけですぐにモニター位置を上げ下げすることができるのです。なのでゲームをするときは少しディスプレイを下げて手前まで近づけたいし、一方で YouTube を見たりするときにはちょっと高さを上げてリクライニングしながら見たいという感じで、モニターの位置を動かしながら使用したい場合にはスプリング型のアームというのがかなりおすすめです。一方でスプリング型のモニターアームは大抵可動域がちょっと狭め。例えばポール型であれば支柱に棒を通しているような構造だったので、支柱を中心として360度モニターをぐるぐると回すことができましたが、スプリング型のアームの場合、関節の動かせる角度には制限がかかっています。例えばベース部分であれば大抵は180度くらいで、それよりも後ろに曲げたりすることはできないというような感じです。もちろん例外もあって、例えばエルゴトロン HX というような超高級モニターアームであれば、ベース部分に支柱的なものをぶっ刺して取り付けるような構造になっているため、360度支柱を中心としてアームを回すことができるんですが、普通の人はこんな4万円もする異常なモニターアームを買うことはまずないので気にしなくていいでしょう。そんなわけで今少し触れましたが、スプリング型のアームの価格に関しては結構ピンキリです。お安いものも多いんですが、一方でかなり高級なモデルもあります。ただし値段が上がれば上がるほど可動域が広くなるというのは確かでしょう。そして3つ目がポールプラススプリング型。もうお分かりですね。そう、これまでにご紹介してきたポール型とスプリング型にはそれぞれメリットとデメリットが存在していたんですが、そんな2つのいいところを掛け合わせてしまった、そんなモニターアームが実は存在するんです。それこそがポールプラススプリング型。もちろん様々な種類が存在していますが、皆さんが一番イメージしやすいのはエルゴトロンのモニターアームなのではないでしょうか。例えばみんな大好きエルゴトロン LX、ベース部
部分には1本の支柱が立っており、そこにアーム部分を差し込むような構造になっています。なので、この支柱を軸としてアーム部分を360度自由に回転させることができます。さらには、モニターアームとモニターをジョイントさせる部分。このアームはスプリング式になっているので、モニターをちょっと触るだけで簡単に高さを調整することができます。もちろん、高さに関してはアーム側だけではなく、ポール側でも調整することができるので、自由度もかなり高い。つまるところ、とにかく使いやすいモニターアームというわけなんです。なので、僕自身、これまでに色々なモニターアームを試してきましたが、最終的に現在デスクで使用しているモニターアームに関しては、エルゴトロン LX とエルゴトロンの OEM である Amazon Basic のモニターアーム、そして同じく OEM のヒューレットパッカードのモニターアームというような構成に落ち着いてしまいました。ただし、このポールプラススプリング型のモニターアームには最大のデメリットがあります。それは価格。さすが、ポール型とスプリング型、両方の良さを掛け合わせてしまった夢のようなモニターアームなだけあって、お値段まで両方を掛け合わせてしまったような感じになっています。例えば、エレコムから販売されている1画面用のモニターアームの価格について見てみると、ポール型のアームは6480円、スプリング型のアームも6480円。ただし、支柱プラススプリングアームという構造になっているモニターアームだと9980円。一回りお値段が上がってしまうのです。ちなみに僕が愛用しているエルゴトロン LX に関しては約2万円。少なくとも気軽にたくさん購入できる金額ではないというのは間違いないでしょう。というわけでここまでモニターアームの3タイプについて長々とお話ししてまいりました。せっかくなので復習も兼ねて冒頭でお話ししたそれぞれの目的ごとにどのタイプのモニターアームがおすすめなのか確認していきましょう。この動画を見ているあなたもぜひもう一度自分がモニターアームを使いたい理由というのを思い出しながら一緒に確認してみてください。まずはデスクをスッキリさせたい。そんな時にはどれ使っても OK。なんですが、強いて言うのなら、ポール型がおすすめです。デスクをスッキリさせる場合には、とにかく、付属のモニタースタンドではなく、モニターアームを使用することで、8割くらいは目的を達成することができるんですが、ポール型のアームを使用してあげると、モニターアームの手前ギリギリまでスペースを有効活用することができます。例えば、スプリング型のアームの場合、ベース部分からアームが斜め上に伸びていくような構造となっている関係で、設置の仕方によっては、モニターアーム手前のスペースは何か物を置いたりすることができないデッドスペースになってしまいがちです。一方、ポール型の場合は、支柱から真横にアームが伸びていくような構造になっている関係上、ベース部分のすぐ近くであろうが、そうでなかろうが、空いているスペースの高さは同じです。なので、モニターアームギリギリの場所まで有効にスペースを使うことができるのです。この点については、ポールプラススプリング型のアームでも同じことが言えますが、シンプルにポール型の方が安く済むので、デスクをスッキリさせるぜという場合には、まずポール型で特に困ることはないと思います。続いて、モニターを自由に動かしたい。そんな時には、ポールプラススプリング型がおすすめ。何を隠そう、ポールプラススプリング型のアームは、ポール型のメリットであるモニター位置の自由度の高さと、スプリング型のメリットである角度、位置、高さの調整がスムーズという2つを掛け合わせて生まれた、まさに夢のようなモニターアームです。なので、モニターをちょっと手前に近づけたいとか、モニターの高さをちょっと低くしたいみたいなことがとにかく簡単に行えるのです。とはいえ、やはりポールプラススプリング型のアームはお値段がネックになってしまうのも確かなので、そういう時には少しお安いスプリング型で妥協してあげるのも悪い選択肢ではないでしょう。多少可動域が狭くなってしまうのは事実ですが、その可動域が気になり出すのはある程度モニター位置とかモニター構成にこだわり始めているということの表れなので、その時に改めて新しくモニターアームを導入してあげればいいような気もします。最後にモニターを高い位置に設置したい。そんな時にはポール型かポールプラススプリング型のアームを使いましょう。ポイントはポール。支柱があるタイプのモニターアームの場合は、支柱のどの部分にアームを固定するかどうかで高さを調整することができるので、ポールの長さが長いモニターアームを選んであげることで、モニターをものすごく高い位置に設置をすることができるのです。ポールが長いモニターアームってどんなのを選べばいいのということについてはまた後ほどお話しします。
というわけでここまでモニターアームの選び方についてじっくりと解説してきましたが、最後に自分でモニターアーム選ぶのめんどくさいよというわがままなそこのあなたのために、僕がこれまでに使用してきたモニターアームの中からとりあえずこれ買っておけば大丈夫というおすすめアームたちを4つご紹介します。おすすめモニターアーム ① グリーンハウスガススプリングモニターアーム。こちらはスプリング型のモニターアームです。大変お求めやすい価格設定でありながら、動きや性能に関して不満なところは基本的になく、かなり長い間使用することができます。モニターの位置を調整する際もガス圧式らしく軽い力で簡単に動かせるので、俺は今モニターアームを使っているというような満足感を得ることが可能です。まずはこのアームからモニターアームの世界にどっぷりと使ってみるというのが個人的にはめちゃめちゃおすすめです。おすすめモニターアーム ② グリーンハウスロングポールアーム。こちらはポール型のモニターアームです。またまたグリーンハウスというメーカーのアームなのですが、めちゃめちゃお安いモニターアームなのにもかかわらず、その辺の名前の知らない中華メーカーなどではなく、ゴリゴリに日本の企業という点で大切なモニターたちを取り付ける際に絶大な安心感を得ることができるので、すごくおすすめできます。案件ではありません。モニターを高い位置に設置したいという時には、こんな感じの支柱が長いタイプのモニターアームを使用することで、モニターを縦に2枚並べて設置をするような2段重ね構成というのを実現することができます。こちらのモニターアームでは支柱が長いことだけではなく、ポール型らしいモニター位置の自由さという点も存分に味わうことができるので、なんだかんだ僕が普段から愛用しているモニターアームたちの中では一番長いこと使用しているかもしれません。ちなみに現在は撮影をする際にカメラの映像を確認するためのモニターというのを取り付けて使っています。おすすめモニターアーム ③ エルゴトロン LX。 おすすめのモニターアームを聞かれたら絶対に外せないモニターアームの王様、それがエルゴトロン LX。 もしもお財布が許すのであれば絶対に買ってほしい、そんなモニターアームです。こちらはポールプラススプリング型のアームになっており、モニターの可動域がとにかく広い。アームの構成が支柱スプリングアーム、その間に延長用ポールという感じになっているため、モニターをあらゆる方向に動かして使用することができるのです。さらには高級モニターアームらしい滑らかな動きも楽しむことができます。よくあるお安いタイプのアームだと手前に引っ張ったり横にずらしたりする際に割と力を入れないと動かないなんていうことが起こりがちなんですが、エルゴトロン LX ではそんなこと一切起こりません。前後左右に上下の高さ調整までありとあらゆる方向に対して超簡単に動かすことができちゃいます。もしもモニターアームというアイテムを使い続けるのであれば、最終的に行き着く先は間違いなくここなので、いっそのこと初めからちょっと奮発してエルゴトロン LX を導入してしまうというのもありなのではないでしょうか。おすすめモニターアーム ④ 参考 70cm ポール。4つ目のこちらはかなり上級者向けです。なぜならこのアイテムはモニターアームの支柱オンリーだからです。つまりモニターアームとして使用するのであれば、別途アーム部分を自分で購入して組み合わせなければならないのです。といってもこのポールと合わせて同じく参考から発売されているくねくねアームなるものを購入すれば、普通のポール型モニターアームとして使えるので、そこまで難しいものでもないです。ではこのモニターアームの支柱、なぜおすすめモニターアームとして最後にご紹介したのかというと、こちらの製品にはとんでもないメリットがあるからです。それはエルゴトロンのモニターと互換性がある。実はこの参考 70cm ポール部分の直径がエルゴトロン LX のポール部分の直径と全く同じです。要するに早い話、この参考のポールにエルゴトロンのアームというのを取り付けて使用することができてしまうのです。エルゴトロン LX のモニターアームはポール部分にネジで留め具になる輪っかを固定して、その上にアーム部分を乗せているような構造になっているので、この留め具の輪っかを参考 70cm ポールの方に固定した上で、ここにアームを上から通してしまうだけで簡単に使えるようになってしまうのです。よって通常のエルゴトロンのモニターアームでは絶対に不可能だった高い位置にエルゴトロンのスプリングアームを活用してモニターを設置することができます。実のところエルゴトロン LX にも長針ポールという支柱部分が通常よりも長くて、モニターを比較的高い位置に設置をすることができるタイプのアイテムも用意されています。しかし残念なことにこの長針ポールの部分だけを購入することはできないので、実質モニターアームを買い直すことになってしまい、結構な出費になります。しかしこの参考 70cm ポールは支柱部分だけを購入することができて、そのお値段はおよそ4000円。すでにエルゴトロのモニターアームを持っ
っている人間であれば、わずか5分の1の価格で長いエルゴトロンを実現させることができてしまうので、大変お得です。なお、せっかく長いポールなので、僕はここに合わせてくねくねアームも取り付けて、モニターの横にエコーショー15というクソデカスマートスピーカーも取り付けています。もしもすでにエルゴトロのモニターアームを持っているという方は、ぜひこの支柱を使って理想の2段重ね構成を実現してみてください。というわけで今回はモニターアーム完全攻略と題して目的別にどんなモニターアームを選んであげればいいのか、そして僕のおすすめは何か長々とお話ししてまいりました。いずれにせよモニターアームというものはめちゃめちゃいいアイテムなので、ぜひたくさん使って皆さんのデスク環境をどんどんいい感じにしてみてください。今度が良かったと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。他にも旧 Twitter、X などやっておりますのでフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。